CJ の釣りです。どうもこんにちは。ローランスの魚探を買いました。15万。もう買っちゃいました。去年の年末に買ってね。今日で3回目ぐらいかな。ローランスのイーグルっていうモデルの9インチで、入門機なんですね。で、これね、海で使ってるレビューがね、ほとんどないんで、ほとんどとかないんで、ちょっとわかる範囲でね、説明していきたいと思います。ガーミンは結構あるの使ってる人いると思うんだけど、ローレンスはね、どっちかっていうとあれかな。ブラックバスが多いと思うんで、自分ブラックバスもやるんで使えるってことで、こっちにしました。で、やっていきたいと思います。3回ぐらい使ったのかな ?2 回か3回使って、まず困ったのが、ソナーがですね、振動子がでかい。でかすぎて、最初ここに落としてやったんですよ。やったんだけど、もうね、まっすぐ焦げないんですね。で、時速1.1 キロから1.5 キロぐらい落ちる。で、もうずーっと曲がってっちゃうね、手がね。漕いでも。修正して漕いでいけないっていう感じで、もう全然ダメで、で、2回目、2回目に、後ろですね。スタンの一番真ん中に下ろしてやったんですよ。そしたらね、こう、普通に走ってる分はいいんですよ、漕いでる分は。その場で方向転換しようとして手をぐるっと回したときに、ソナーのね、アームがね、曲がっちゃったんですね。曲がって。その時はプロフィッシュだったんですけど、で、こう、上から見るとこう、手がこうあって、こうなっちゃったんですよ。で、気がつかなかったんで、移動しようとしたら、なんかね、手がね、重くて、曲がってくんですよ。あれと思ったら、曲がっちゃってて、降りてね、直しにもいけないんで、パドルで、なんとかこう、やって直したんですけど、そういう問題があって、で、そうだ、今回3回目だね。で、今回は、アルミの板を張って、こう左右に触れないようにしました。で、ただ、上には上がるんですよね。上には。跳ね上げられるんですよ。なんで、上に跳ね上げといて、出港するときに下げて、止めて出るんですけど、浅いと、今度ね、スッて、さっき出るときにスッて、またね、アームがね、上がっちゃったんですよ。これもパドルで下ろして、なんとか直したんですけど、ってことで、ソナーのね、取り付け位置がね、非常に問題ですね。で、シーラスとか、プロフィッシュ4号の新しい方だと、結構ソナーの、この下のね、手の真ん中の下の、ソナースペースが広くて、つくらしいんですけど、どうもね、見る感じね、ガーミンのソナーに合わせて作ってる感じなんですね。そう。だからね、そこがちょっとね、これ買ってみないとわかんないし、そんなこと考えてなかったんで、つくだろうと思ってたんですよね。てか、まず横に落としてつけれるだろうなと思ってたんですけど、ダメでした。そこをですね、まずね、買う、悩んでる人は、よく考えた方がいいです。ブラックバスなんかだと、船にね、つけたり、レンタルボートに落としたりするのは、もう、ノウハウがいっぱいあるんで、いくらでも調べれば出てくるんですけど、カヤックにローランスの、振動子を落とすつけるっていうのは、出てないんで、そうですね。ダメでした。それ、イーグル9ね。イーグル9。フックリビュールとかだったらもしかしたらつくかもしれないんだけど、プロフィッシュとかでも、多分、ローランスはつかない。あと、気になるところがですね、自分もホンデックス 511CN2 からの買い増しだったんですけど、で、14万ぐらいかな。14万で、カバーとなんやかんだで15万ぐらいかかって、で、それで超過が上がるのかということですね。で、まず自分はね、このサイドビューですね。サイドビューが見たかった。とにかく見たかった。で、これはブラックバスでも使えるだろうと。特にブラックバスはいいんじゃないかなと。ストラクチャー探しですね。例えば、前回ですね、25年の年末に、カワハギ釣りに行ったんですよ。その時に分かったんですけど、これでマップがもともと入ってないんですよ。ほんとざっくりとした海図しか入ってなくて、自分で海図を作っていくんですね。こう、走っていくと。自分で、要は、探知、ソナーしてったのを記録してってくれるんですよ。SD カードに。それがですね、意外と細かく、拾ってくれるんですよ。例えば、ホンデックスの元々入ってる海図って、今それで気がついたんですけど、実はすごい荒くて、ちょっとした、海底の起伏っていうんですか、が、ほとんどね、書いてないんですよ。ざっくりすぎて。めちゃくちゃ大きい、駆け上がりとか、穴とかは載ってるんですけど、それも意外とざっくりなんですね。で、これはですね、例えば3メーターぐらいの起伏
で、こんもり海の底で、こんもり山になってるところとかを書いてくれるんですよ。ってことはどういうことかというとね、ポイントがわかるんですよ。ただそこを走んなきゃいけないけどね。マップ作んなきゃいけないけど、見に行かなきゃいけないんだけど、まあ流されてないね、どんどん海図作ってくれるんで、チャート作ってくれるんでね、いいんですけど、それがですね、絶対に超過に値すると思います。で、まあ上手い人はね、もう知ってるから、そのポイント通ってる人とかはあれだけど、俺なんかは、そのたまに行くポイントとかもう全然わかんないから、やっぱこれが結構頼りになるんですよ。例えばね、このポイント、船橋3番線って、何にもないじゃないですか。まあ、ほぼほぼ砂地とかカキ殻で、フラットなんですよ。まあ、あそこ航路なんですけど、航路は確かにホンデックスでもわかる。わかるんですよ。航路から落ちてるっていうのはね、ホンデックスで行きゃわかるんですよ。7メートル落ちてるなって。ただ、その手前にね、実はね、バンクが意外とあって、この辺とかあるんですよ。私も、なんでここよく釣れるなっていう、その辺がね、よく釣れるなってポイントがあったんですけど、実はそれなんでかわかんなくて、この巨炭にした時に初めて、ここに2メーターぐらいのこうね、バンクがあるんだってのが、そのね、航路の手前にね、バンクがあって、そこに魚がね、ついてるんだってのがね、これで分かりました。だからまあ、その辺の答え合わせができたのもすごい良かったし、それで魚探の使い方もすごい勉強になって分かりました。でですね、釣れた場所をポイントしていくじゃないですか。ウェイポイントしていくじゃないですか。で、ウェイポイントもおそらくホンデックスより細かいっていうかね、打てるんだよね、細かく。例えばこのサイドビューで下がってった、通り過ぎてった場所のここにウェイポイントを打ちたいとかあった場合、あと過去に戻ってってウェイポイントを打ちたい時に、過去に戻ってウェイポイントを打てるんですよ、サイドビューに。で、サイドビューの20メーター先のサイドビューに打ったとしても、チャートに、マップにちゃんと場所が反映されるんですね。だからそういうのが、できるんで、カワハギ釣りの時は非常に役に立ちました。それは絶対ね、超過が伸びたと思う。いつも言ってる人は俺より釣ると思うよ。こんなのなくてもね。だから自分はこれを頼りにポイントを探してるんで、まあ、それで超過が伸びたかなっていう感じですね。はい。ちょっと投げながらやっていきましょうか。まあね、いい面も悪い面もね、だんだん見えてきたんでね。はい。で、サイドビューなんですけど、これ一番期待してたんですけど、サイドビューはですね、海ではですね、使い物になりません。俺はね、これね、初期不良じゃねえかなと思うぐらい、映りが、なんか映ってんだかどうだかわかんなくて、映んないんだよね。よくね。その設定が悪いのか、で、海外のハウトゥー見たら、20メーター、30メーター先まで映さないで、10メーターとか15メーターまでに映るようにサイドビュー固定しちゃって、やれとかいうのも出てたんですけど、ボラが。そう。だから、サイドビューはマジでいらねえと思う。海は。まあ、あってもいいかな。で、今日は波がないんで、サイドビュー今日結構綺麗に映ってんですけど、波が、ちょっとでもあると、もう手がずっと小刻みに揺れるじゃないですか。そうすると、もうサイドビューもギザギザになっちゃって、全然ダメなんですね。で、やっぱり湖とか、池を基本に考えてるんだろうなと思います。あと、大きい船ね。だったら使えると思うけど、揺れない船。でも海はね、確実に揺れるからね、多分ね、ダメだよ。サイドビューは。うん。9インチ、でかくねっていう話なんですけど、これね、俺も最初ね、やっちゃったかなと思ったんですよ。でかくて。いや、これ、ちょっと邪魔だったかなって、そこまで7インチでよかったんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱね、9インチでよかったっす。なんでかっていうと、とにかく見やすい。何でも見やすい。まあ、用意したり、邪魔くさいのは本当邪魔くさいんですよ。荷物が大きくなるんで。ただ、もう一回海に出ちゃえば、セッティングして海に出ちゃえば、もう本当に見やすいんで、本当良かったなと思いますね。まあ、存在感もあるんで、よくこうやって見なくても、まあ、チラチラ見てるだけで、ここストラクチャーあったんだとか、そう、わかりやすいんですよ、でかい方が。ホンデックスの511だと、意外とこう、目に入んないっていうか、よくチェックしないんですよね、釣りしてても。だからこう、カワハギでこう、やってても、この距離でこう見てても、わかりやすいんですよ。今ちょうど魚礁の上来たなとか、よく見ながらやりやすい。それがいいですね。次は悪いところね。バッテリー。これはね、めんどくせえ。そうだ、バッテリー買ったから、
15万ぐらいになっちゃったんだ。バッテリーが7000円ぐらいだったかな。リン酸鉄バッテリーと、充電器ね、が4000円ぐらいか。で、プラス1万円ぐらいかかっちゃうんで、そうだそうだ。魚探自体は13万、14万ぐらいかなとかで、バッテリーと充電器で1万円かかっちゃうということですね。でもバッテリーがまあ意外とこんぐらいかな、あって、まあこの荷物置き場の、そうね、5分の1、4分の1、5分の1ぐらいかな、使ってしまうんで、なんか引っかかったな。それがちょっとね、悪い点ですね。そんなもんかな。まあとにかくね、そのソナーの振動子のなんだ当たったぞ落ちパクで。ボラかとにかくね、その振動子問題ですね。振動子。で、今振動子をテールにね、スタンの真ん中につけてんだけど、やっぱね、漕ぐとね、0.5 キロぐらい速度が落ちますね。やっぱり。まあ多分バウの先端につけるよりはいいと思うんですよ。あっちつけると多分頭振っちゃって良くないと思うんで、はい。で、もう一つ、じゃいいんだか悪いんだかよくわかんないところで、自分がちょっと予想外だったところが一つあって、このソナーの記録ですね。マップとサイドビューと、なんだっけ、リアルなんとかじゃない、なんだっけ、下のね、を全部こう今、赤いのが点々ってなってて、レコーディングしてんすよ。マイクロ SD に記録してて、で、後から見られるという機能が、俺実は知らなくて買って、後から知ったんですね。火薬屋さんに教えてもらって、ガーミンはできるよって言ってて、で、帰ってきたら、ローランスもできて、やったと思って、で、これで、動画にね、こう差し込みで、まあ今差し込んでるかな差し込みで入れれるわと思って。たら、なんと、これね、録画はできるんですよ、記録。それを、この本体でその記録を見ることができる。ただ、その SD カードに記録したものをパソコンに読み込むことができないんですよ。iPhone でも iPad でもできない。タブレットでできない。でどうやってやるんだと思って調べたら、パソコンのソフトで、ローランスじゃ、あれですよ、ソフトじゃなくて、違うソフトで、ここに名前出しとくけど、で、ね、ここのソフトをダウンロードして読み込んでくださいと。そうすると、ウェイポイントとか、過去のログが、サイドビューのとかね、スキャン、ダウンスキャンとかの、が過去のが全部見れますよと。で、まあ40ドルぐらいなんで、今だと6000円ぐらいか、だったんで、まあいいやと思って、よし、ダウンロードしようと思ったら、なんと、そのソフトが Windows 版しかなくて、ムカつくんだわ。で、俺 Mac しか持ってなくて、Windows はもう 98XP か。Windows XP とかの古いのしかなくて、で、Windows 10以降のパソコンでないと読めませんっていうこと、使えませんっていうソフトでさ、Mac 版が出てないわけよ。他の会社でも。で、ムカつくから、Mac は、俺はインテル Mac 使ってるから、ブートキャンプっていうのを使って、Mac と Windows 両方使えるのね。で、Windows をインストールしてやってたんだけど、さ、今度、ハードディスクの容量が減るじゃない。で、うざいのよ、そのブートキャンプって。調子悪くて。もういいやと思って、Windows のノートパソコンをね、まあ、型落ちですけど、6年落ちとかだったかな。Windows 11が入ってる、ノートパソコンをね、買いました。19,000円で、メルカリで。そう。それも入れたら17万だよね。本当に。17万円の投資をして、80センチね。今のこの、映ってかなこっち映ってかなこれをパソコンに取り入れて、ここに編集で出せるというようにしましたと。まあそれはね、Windows 使ってればよかった話なんだけど、っていうか Windows Mac 版のソフトも出しとけよって感じなんですけど、そう、そこがね、注意した方がいいです、ローランスは。で、Garmin はどうだか知らない。Windows でも Mac でも、もしかしたら Garmin 社でそういうソフト出してるかもしれないし、その辺はね、やりたい人は先に調べてから買った方がいいと思いますね。で、多分、ホンデックスはそういうのあんのかな俺は調べてないからわかんないけど。そのね、記録もですね、カワハギ釣り行った時にね、3時間か4時間記録したんですよ。なんとね、1時間半ぐらい後の記録が、全部ね、エラー出ちゃって、記録されてない。サイドビューがバーって映ってないとかあって、なんだよと思って、説明書をね、全部また読み返したら、記録は1時間ごとに1回記録を止めて切ってくださいと。ファイルを。この中でね。1時間を超す大きいファイルになると、不具合が起きますって書いてあって、ねえ。そんなの、自動的に1時間で切ってくれよって話でしょ。だいたいね、インスタ360とかね、なんだっけ、GoPro とかはね、ファイルね、大きくなるとね、何ギガとかでね、切ってくれるんですよ。ファイルを分割してくれるの、自動で。それをやってくれないということです。
はい。普通に魚探として考えてる人にはね、なんのこっちゃって話でしょうが、まあ、後々、バス釣りなんかね、ストラクチャーとか後から見返したかったりね、酒飲みながらこれ見たいじゃないですか。それがいちいち魚探をね、デスクとかリビングまで持ってきてね、再生するのってうざいじゃないですか。バッテリー繋いで。だったらそれをパソコンにね、SD カード入れて、パソコン開いて酒飲みながら、今日の功績とか、ウェイポイントとかさ、あ、今度次ここ打ちてえなとか、思ったらウェイポイントとかを、ね、編集できたら、楽しいと思うんで、まあそういうのも頭に入れておくといいかと思います。なので今のところ俺が調べた限り Mac で、見れる、読み込めるソフトはないと。まあ後々ね出てくるかもしれないですよ。ということです。まあこれ入門機なんで、すごいシンプルね、ボタンもないし、シンプルで。まあまあでも意外といろんなとこカスタマイズができて、まあスピードが出てたり、あ、そう、これスピードとかね、時間が、そのね、後から見るね、記録にね、入ってないんだよね。それがちょっとどうかなと思うな。そう、あとね、タッチパネルじゃないんだよね。14万出してタッチパネルじゃねえのかよっていう話なんですけど、そう。多分ね、魚探ってね、振動子が高いんだろうね。とにかく、そのレーダーだからね、そこにお金がかかってて、ここがすごいね、このシステムが金かかってないんだよね。全然。そういうことだと思う。で、今時さ、タッチパネルじゃねえのかよと。iPhone なんてね、もう 3GS ぐらいから3か。出始めからタッチパネルだったでしょ。だからなんかついね、こうやりたくなっちゃうんだけど、ボタンなんだよね。まあそれはね、ローランスの高い、ガーミンでもローランスでも高い機種に行けばタッチパネルだと思うんですけど、はい。で、バッテリーの、減りは全然電池が食わないんで、12V の 10AH、10アンペアアワーっていうバッテリーで、まあ3ラウンドかな。9時間ぐらい楽勝だったんで、あ、こういい潮目だね。ここでちょっとやってみようか。なんで、バッテリーはあれですね、全然、食わないんでいいですね。まあもうサイドビューね、何も映んないもんね。まあ何もないんだけど、なんかね、鉄塔がね、映んないんですよね。なぜか。だからこれ初期不良じゃねえかなと思ってんだよね。聞いてみようかな。いろんなとこでね、ローランス売ってると思うんですけど、通販で、ネットでね。私はアウトブレイクっていう正規代理店ね、正規輸入元ね、輸入してるところから買いました。まあ、それもあったので、ローランスでいいかなと。正規店がね、ちゃんとオンラインでやってて、アウトブレイクっていう会社がちゃんと面倒見てくれそうなんで、いいかなと思ったので買いました。まあそれは俺もガーミンはちょっと調べてないんで、どうなってるのかわかんないけど、ホンデックスとかもね、やってるだろうし。でもホンデックスで、サイドビューが出てたら、ホンデックス買ってたかもな。で、2、3万高くてもホンデックスにしたよ。やっぱ日本製で方が、アフターがね、楽だから、でね、輸入物はさ、輸入してる人がほら、直してるわけじゃないじゃん。直したりとかさ、開発してるわけじゃないからね。基本さ、なんかあってもさ、じゃあ新品取り替えですねとかさ、無理ですとかなっちゃうんだよね。でもホンデックスだと、そこで作ってるからね。本当はホンデックスがいいのよ。まあ海だけだったらね、サイドビューいらねえから、いらないと思うな。まあ今のところね、今のところいらない気がするけど、まあ後々、あ、サイドビューあってよかったなって思うこともあるかもしれない。そんな感じです。あとなんかローランス考えてる人いたら、まああんまいないだろうな。カヤック系とか。まあ海だったら船にはつけたい人いるだろうけど、なんか質問あったらね、ください。まあ入門機なんでね、入門機を使ってる初心者なんで、大したことは答えられませんが。ということで、まあ、あと余談ですが、私ですね、カヤック始めて丸5年が経ちまして、今ちょうど5年と3ヶ月ぐらいかな。まあ、油が乗ってきた頃なんで、まあ、事故を起こさないように、また楽しく続けたいなと思っております。この慣れてきた頃にね、なんかやらかすっていうのが一番多いんで、気をつけたいと思います。さあ、そんな感じで、ローランス、イーグル9、まあ、いいとこ、悪いとこ、まあ、バッと喋ってみました。いかがだったでしょうか？はい。サイドビューは使えねえぞと。使えねえぞ。本当に。ね。で、一回さ、鉄塔の巻行ってみようか。鉄塔のね。あれ映んねえんだよ。何なのかな、本当に。おかしいんだよ。まあ、この間何回もやったけど映んなくて、はい、今ね、両側8メーターまで映してて、はい、バウが抜けて、スタンが抜け、あ、映った。
映ったよ。映ってんじゃん。わかるこれ。これですよ。これ。ね。6メーター先に映ってんだけど、6メーターも離れてたかな。こうやってね、U ターンすると、ソナーがね、ずれちゃうんだよね。はい。今度はじゃあ、1メーター横、通ってみましょう。あ、映りましたね。映りました。こういうことですね。ああ、映るわ。映る。なるほど。まあ、水深が80センチぐらいだから、80センチぐらいのものが映って、その後、こう影になってるから、まあ、相当高さがあるよっていうのはわかるんですけどね。なるほどね。まあ、映りますね。映る。やっぱ見慣れないと、ちょっと、何なのかっていうのがよくわかんないんで、そう。まあ、やっぱね、横、まあ、こう波があると、サイドビューはすげえ見づらいということですね。さあ、そんな感じです。参考になった方はですね、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。またカヤックでね、引き続き、このローランスね、イーグル使って釣りをしていきたいと思いますんで、基本的に黒鯛が今大好きでハマってて、黒鯛キビレをやってまして、シーバス、あとカワハギ、で、アオリイカも挑戦したいなと思ってるんで、イカ全般。まあ、イカがちょっと冬、まだいけてないんですけど、そんな感じのチャンネルでやってますんで、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。釣れるかな今日はね。今日は釣れる気はしないと思う。釣れる気ないなと思って来てるんですけど。一匹でも釣れたら嬉しい。はい。こんな感じです。じゃあまたです。